雑談です。パンケーキです。はらせんということで始まりましたはらせんラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして撫でちゃってる猫のことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、その前にあれですね、陣内くんがコロナに、なったという連絡をいただきましてね、こういろいろ仕事が飛びまして、暇になりましたね。それは良かったのか悪かったのかね。まあ2週間ぐらいですか、様子見ということで、しなくちゃいけない。幸いなことに直前にね、特に仕事が一緒になってなかったんで、なんですか、なんとか社、何でしたあれね、ではなくて、濃厚接触者ではなくて、私は全く無事でございますけども、経過観察というやつですか、あれをしてるそうなんでね、大事に至らないことを祈るしかないという感じですか。で、昨日は何をしてたかというと、あれですよ、夜はね、帰ってきて、夜というか夕方ぐらいからかな、ずっと絵を描いてたんですけど、久しぶりにアクリルで絵をこう2枚ぐらい描きまして、ちょっと楽しかったんで、またすぐにでもというかね、キャンバスをこう結構買い溜めてるんですよ。で、こう気が向いたらね、描きたいって思った時に描くのが一番だと思って描いてたんで、昨日はキャンバスを4枚ぐらい追加でね、でかい絵を描きたいなと思ってでかいキャンバスを買ってきたんですけども、まだでかい絵は描いておりませんが、また近々ね描きたいかなと思っておりますといった感じでしたかね、昨日は。で、あれですわ、見ましたでさ、パンケーキを毒味する、昨日が初日だったんですけど、これ新宿ピカデリーで見に行きましてね、朝一行きたかったんで、朝一が本当に早くて8時何分とかの台じゃなかったかな。なんで朝2で見てきましたよ。10時11時台のやつでね。しかし10時55分から映画スタートっつってね、まあすごい並んでたんですよ。で、確かに前日に席取る時もほぼ埋まってて、すごい人気だ、まあ半分しかね、1個飛びでしか入れてなくて、すごい人気だなと思って、当日こう並んでる時もすごい人で、すごいこれだけやっぱりみんな気になって見に来てんだなと思ったら、半分以上はガンダムでしたね。ガンダムを見に来てたと思ったんですけど、こんな中見てきましたよ。パンケーキを毒味する、ね、ちょっとナレーションの声と僕の声似てんなと思いながら、誰でした古舘寛治さんの声となんか似て、なんか喋り方も似てんのかな、なんか俺みたいな喋り方してんなってね。菅義偉に首相についてね、こんな喋り方のナレーションであるんですけど、これは本当に面白かったですね。何が面白いってね、なんでこんな明けつけとね、嘘を言い通しているね、のにもね、そこを誰もね突っ込ませないような雰囲気、わかります。言わせない空気を作るっていう、そういうのがうまいんでしょうね。だから周りを固めてるというか、答えをはぐらかすというか、答えになってない答弁をね、延々として呆れさせると、こいつに何言ってもしょうがないなって思わせちゃってるのが、それは僕もよくやるんで、文句を言わせない空気作りというかね、こいつに言っても無駄だなっていう、空気作りは僕もするんで、その辺はわかるんですけど、それを首相がやっちゃダメだろうとね、思いますね。あと中でね、いろいろな人が出てくるんですけども、僕は上西光子さんがこれ国会答弁
普段ニュースで使われるときはこういう風に編集して使われます。しかしこれをノー編集でご覧くださいっつって、本当にテレビ千鳥じゃない相席食堂ばりに相席食堂ばりにこう国会をね解説を止めながらね、次ここでこう言ってね答えてないねみたいなのを本当に相席食堂みたいに国会中継を解説してくるんですよ。そこがめちゃくちゃ面白くてね、これもうね国会中継は本当に相席食堂みたいにこう止めながらノーカット、基本ノーカットで止めながら見るっていうのは、これ一つコンテンツになり得るなと思ってね、めちゃくちゃ面白かったですよ。だから非常によく、だから編集されてると同じ質問を何回持って、例えばね繰り返して使わない、繰り返してというか、そう同じこと言ってるからカットするじゃないですか。で何度も答弁をはぐらかすみたいなテロップでごまかせるんですけど、それテロップで言われるよりもやっぱりあってリアルタイムというかね、ノー編集で見ると本当にこいつ何にも答える気ねえんだなってねいうのがもうありありとわかるんですよね。だからそういう見せ方をもっとしなくちゃダメだよなって思いましたね。本当に面白いっていうのね、こう興味が湧く。だからやってることの是非以前にっていうところですよ。興味が湧く、ね、そういうところからやっぱりこうね興味を持たない、最後にねこう若い大学生の人がこう若い層の政治に無関心なのが、G7 何々が最下位、日本ね G7 中トップになってるのなんてないですよ本当に。でそれぐらいこう本当に最下位ってグラフが出て、で若い大学生の人がいろいろ解説というかね、若い子が政治に興味ないのが投票率が低い方が現政権が維持できるからね、興味を持ってもらいたくないんですよっていうことをね、語ってるんですけど、本当にその通りで、投票率が上がればこういう何をこんなバカなことやってたのかっていうのがみんなに分かっちゃうと、政権がひっくり返っちゃうっていうんで、なるべく政治に関心のないようにね、やれね、オリンピックが始まった、オリンピックを応援しましょうとかね、誰かが薬物で捕まったとかね、そういうニュースでごまかして政治に関心のないようにね、目を向けないようにしてるっていうのがもうこれも赤裸々に語られておりましたし、中でねいろいろたくさん本当に新聞赤旗の人とかねいろいろ出てくるんですけど、本当にどれもこれも面白かったですね。ぜひ公開中に、これはね本当によくこの期間に公開、しかも普通だったらね東中野のポレポレとかねそういうところでひっそりと上映されて、映画すごいのにっていう映画でもおかしくないのに、それを新宿ピカデリーでやっちゃうっていうのが、これがまた面白いですよ。っていうのでぜひねご覧になっていただきたい。本当に興味がない人ほど面白く映ると思いますよ。本当にそういうからくりだったのかとかね、人は悪くない、上り詰めるまでのそのね菅さんのストーリーメイキング的なところはね、政治家的手腕はそれは褒めるべきところもあるんですが、やってる政策は0点とかね、あと値下げ、ずっと値下げをしてる人ね、横浜市議になった時もアクアラインを値下げしてね、徐々に値下げして、それから何ですか、ふるさと納税とかなんかやったりとかね。で今何やってるかって言ったらあれですよ、電話ね、携帯電話の値下げだから値下げをぶら下げてね、いろいろ上り詰めていった人だっていうのもね描かれておったし、いや本当に面白かったんで、ぜひ映画館でパンケーキを含みする、その後ねうまそうなパンケーキがね映って、中でね壺振るシーンとかねあるんですけど、あれいるとか思いながら雰囲気づくアニメはわかるんですけど、壺振るシーンの意味があんまりよくわからなかったなあんまり意味がよくわからなかった。それこそなんかね案件で出てんじゃねえのかっていう
匂いを感じながら、雰囲気作りというかね、で壺フルシーンとかあったんですけど、博打にかけてねやってるんでしょうけど、ちょっとこう冷めてというか、僕は見えちゃったな、壺フルシーンが。それだったらもっとね、インタビューとかね、とか思いましたけど、それも含めて面白かったので、ぜひ、パンケーキを毒味するご覧になってくださいといったところですか。はい。コントパンケーキ。どんなコントだパンケーキってねあんまりね、中身スカスカでふかふかでみたいなこと言ってましたけどね、あまりパンケーキを食べる習慣がないのであれですけどもね。でパンケーキがねいっぱい映るんで腹減っちゃって、帰りにコメダでね肉ダクバーガーを食ってきましたよ。いやあれ肉ダクダクですよほんとね。いやうまかったね。はい、そんなところですわ。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。